銀行なんて楽なとこじゃないな。おいしそう。今回の動画では、デッドセルズを遊び尽くしていきます。上位互換だ。勝負。回復キャンセルされとらんか？ちょっと。ダメそう。ダメじゃなかった。やるじゃん。コンボをつなげて連続キル。基本的にはこんな感じの爽快アクションローグライトです。時折変なミミックはいますが、楽しい。今体力回復したよな。すぐに殴れば取り戻せるみたい。なんて暴力的なシステムなんや。強そうな人と戦っています。敵の動きに剣の振りが間に合う気がしないんやけど。意外といけるか？トニックで体力を回復できれば勝てそうな試合ですね。問題はそれまで耐えられるかですが。きたー。9秒間ダメージを無効化できます。フレ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 ー。うちの勝ちや。強い人を倒してもお姉ちゃんの冒険は続きます。引っかかってるのかな？一回離れてみたら？手強い。初期装備の剣を強化したらな、HP 回復を狙ってつけられるやん。それとバックパックの武器で攻撃するパークを組み合わせるやん。つまり転がるたびに HP が 1% 回復するのが確定で作れる。のいたみたいだね。宣戦布告と見てよろしいか？お姉ちゃんの凶暴性はとどまるところを知りません。倒した敵が次の敵を倒す連鎖好き。とどまりました。曲がいい。道中使いにくかった聖書だ。死神だから聞くやろ。いや、聞きすぎやろ。ストーリーテリングの弱点設定いいですね。もしかしてボス全般に効く？厄介な敵にもスキルを駆使して立ち向かいます。こいつ美を感じますね。ノーダメージで敵を10体倒すチャレンジです。なんで開幕エリートおんねん。
距離を取りつつ雑魚を処理していきます。あと1人。気持ちいい。中毒性ありそう。ギャンブルで破滅する人もこんな気持ちなのかも。メデューサもこの鎌の前では無力よ。ちょっと。でもこれを仕切れそうやな。思ったより耐えた。延長システムがあるのかな。呪われた力、便利そうですね。呪われた力って呪い打ち消せるんかな。注釈ないからいけるとは思うけど。まあ、被弾説に毎回解除してるから、今後わかることもないか。大丈夫みたいです。殴って取り戻せる HP あるし、割と耐久ありそうやな。一度当たっても大丈夫ってだけで、安心して立ち回れそう。一つのダイズが1になることはあっても、二つとも1になることはないからな。まあまあありそう。チェックメイト。呪われた宝箱が採用にあるとき、困りますよね。そんなときは、最初に開けちゃえばいいのだ。強行手段の映像化だ。回復。完璧、解除できてないけど。この10秒に、レッドセルスがいかに気持ちいいゲームなのかが詰まってる。心地の良い効果音と、軽快なアクション。いいゲームだ。墓立ててくれー。お供え物の人参だ。ストップ。当然。呪われてない？負けず嫌い？無害だけど、倒されると呪いを付与する敵がうろついています。呪われた力で対抗しろってことなんやろな。こいつだ。こいつの攻撃パリーできないのが辛いんよな。なんとかなった。下にもおるやろ。素直に回転切りしてもらった方がええんかもな。ちょい。お供え物食べてくるか。絶対ここでは呪われた宝箱取らないって言ってたのに、15% は命よりも重い。ほら、あと1人。次のエリアでサクッと解除や。
一番難しいタイプだったね。ダメージ表記が違う？スレスパのカードのダメージ表記は原作風に再現されてますね。丁寧な仕事だ。夢にまで見た5個目のボッセルだ。しょうもないもの持たせるコラありそう。最高難易度やばいかと思ったけど、案外大したことなさそうやな。そんな流れるようにフラグ回収しなくても。その後、そこら辺に落ちていたフリントを手にして、強いラス弾の敵を一振りでなぎ倒しつつ、これエリートの一振り。最高。いや、やめとこな。一斉トライアルの時、あと5段階も強くなることに絶望してたのが懐かしいな。スクロールを生存に全振りしたらあっさりだったね。曲がとてもいい。6拍子の不思議なリズムが天体研究所の雰囲気に合っていていいですね。六角レンチだし、何か6が関係、ちょっと。ここ作った人、絶対心理学マスターしとるやろ。逃げ道の潰し方が丁寧でしたね。今度は、ハサミで敵をチョキチョキしながら進みます。これ帰れないよな。暗闇に飲まれるお姉ちゃん。反撃の時間だ。何もかもが消滅しました。やっぱり火力は正義。普通に突っ込むだけじゃ無理よな。万能トニックがここでも役立ちます。今更だけどこれクリアしないと出れなかったりせんか？なるほど。なら絶対できるってことやね。何か方法をひらめいたみたいです。イージー。ネタバレ注意。出遅れすぎる。素晴らしい曲しかないんかこのゲームは。好きなラスボス BGM は影の女王です。対戦よろしくお願いします。攻撃自体は土器の守護者より分かりやすいな。注射針にはトニックで対抗します。もしかして早めに回復してよかった？癖で温存してましたが、もっと前のめりに回復しても良さそうですね。盾持ちやばすぎる。ロールよりパリーの方がいいかもね。ここで行く？ガストロノミーよりネクロマンシーの方が安心な気がしてきた。今の生き残るんだ。
訓練所のこの人以上に弱かったから、セルの量で強さ変わったりするのかも。能動的にセルが消費できるなら試してみたいですね。こいつ気絶通るぞ。判断が早い。パリパリ。ペチペチ。痛い。これ嫌い。最終形態までやってきました。スタングレネードめっちゃ強いな。リチャージ11秒は伊達じゃない。来た。薬の時間だ。ごくごく。意図してないな。セル3で一周したら予期しないことが起きたので、巨人に会いに来ました。もしかしたら会話変わってるかもしんないし。セル5のこの人硬すぎません？もう正気レベルマックスになりそうなんやけど。ボス用の武器ってどういうのがいいんだろうね。これ、スクロール3つ分の効果あるんだ。最初にもらったチート武器を振り回す時が、ついにやってきました。もっと強く。ありゃ？スクロールとかって固定じゃないんかい。その後、なんやかんやあったお姉ちゃんであった。何があったのかは、ぜひとも君の目で確かめてみるんだ。私たちのおすすめ構成を一覧にしておいておきますね。呪いの宝箱はほぼすべて開けるため、呪い対策の構成を愛用しています。崩壊した神殿のだけは、罠多いしやめといた方がええで。軽快なアクションと随所に散りばめられた深いストーリー。神はこのゲームをプレイして爽快感という概念を作った。高難易度ゲームのハードモードって苦しい要素追加のことが多いやんな。でも、デッドセルズは敵とプレイヤーの攻撃力が上がるって感じ。相対的に見たらそれほど難易度上昇が感じられないのが良かったな。そして、アクションが苦手な人用にも、アシストやカスタム機能があります。なんと、残機無限モードまである優しさ。これはもう、全人類がデッドセルズをプレイするしかない。正気のように広めていきましょう。ということで、今回の動画を締めたいと思います。ここまでのご視聴、ありがとうございました。また見てなー。